南米にはかぼちゃの種類がいろいろあってそれぞれ特徴があるのですが、今日はパラグアイのとても大きなかぼちゃ4キロサイズを友達からいただいたので、早速スープを作ってみました。思いつくままの行き当たりばったりのレシピですが、果たしてどんな料理になるでしょうか。はい、今日はこんなに大きなかぼちゃをいただきました。パラグアイのかぼちゃですね。すごいでしょう。はい、切ってみます。これぐらい使えば十分でしょう。わ、かぼちゃですね。種を取って皮を剥いていきます。剥けるのかね。これで剥くしかないか。これはもう地道に切っていくしかないので、動画カットします。剥けたというところから始めましょう。はい、なんとか皮むけました。実はこれ切ってみるまで冬瓜だと思ってたんですね。でもしかしてかぼちゃかもしれないと思ったので、念のために切る前にかぼちゃですっていうセリフも入れてました。2つ取ってました。かぼちゃで取っといてよかったです。これで冬瓜だったらカレーのくず煮を作る予定だったんですけど、これでかぼちゃのスープを作っていきます。カレーは入れません。切っていきます。もう少しきれいに取って、はい、一口サイズに切っていきましょう。パラグアイのかぼちゃもいろいろ種類があるようで、このタイプのかぼちゃはデザートに向いているようです。今回スープのために切って残ったのをアンドレアおばさんに渡したら、甘く味付けされたデザートを作ってくれました。それも日本で食べたらかなり高級な部類に入るのではと思います。とても美味しかったです。はい、ちょうどこれで1キロですね。はい、じゃあ豚肉も切っときましょう。はい、豚肉はこれ約 660g ぐらい。適当でいいです。今日はこれ肩ロークスの細切れを使いますけど、バラ肉でも構いません。だいたいもう細切れで切ってあったので、この厚さって大丈夫そうですね。ちょっと大きいなと思ったら切っておきましょうか。はい、フライパンに火をつけて、はい、豚肉入れていきます。軽く塩コショウ、今日はもう生ニンニク切るのめんどくさいので、ニンニクフレークを入れときます。そしたらこれ一回ちょっと取り出して、そしてもう一回油を敷いて、かぼちゃを炒めていきます。
そしたらお水を入れていきます。玉ねぎも 250g 炒めます。はい、この色がついてきましたら大体 OK です。はい、じゃあこれを入れていきます。ブイヨンキューブもここへ溶かし入れていきます。じゃあ先ほど炒めた豚肉入れていきます。たっぷり。かぼちゃも美味しそうです。ずっと前に作ったかぼちゃのスープ、それは裏ごしで作りましたので動画ご覧ください。あれはパラグアイかぼちゃじゃなかったですけど、ちょっと味見してみましょう。美味しい。十分美味しいですね。じゃあ最後に火を弱めて牛乳を入れます。これはお好みで入れなくても構いません。入れるとちょっとまろやかな味になりますね。で最後に胡椒を振って OK です。沸騰する前に火を止めて、じゃあこれをお皿に継ぎましょう。継いでいきます。はい、かぼちゃのスープにクラッカーを割ってちょっと上にのっけて、パラグアイかぼちゃスープの完成です。いかがでしたか？パラグアイかぼちゃどうやって料理するのだろうと思ってましたが、今回調理してみてその美味しさを見直しました。日本ではなかなか食べるチャンスはないかもしれませんが、もし入手することができたらスープやデザートに挑戦してみてください。ではまた。ノスレモス。チャウチャウ。